こんにちは、ゆずきゆかりです。サルウェーテ、カイウスアカリウスだよ。今回は、古代ローマのチーズケーキ作りにチャレンジしてみるよ。わーい、古代ローマにもチーズケーキがあったのですね。しかし、現代日本人が慣れ親しんだケーキ屋さんやコンビニのチーズケーキとはだいぶ違うチーズケーキだけどね。それはそれで、ワクワクですね。ちなみに、このレシピは、大加藤が残したものだ。このチーズケーキはローマ人の魂だ。カルタゴ滅ぶべし。男塾塾長に匹敵する定番のセリフをありがとうございます。でも、元のレシピをどれだけ読んでも、作り方がさっぱりわからなくて。文章だけで、駅名詞を再現するのは困難すぎますね。しかし、海外の YouTuber さんで作っている人がいて、めちゃくちゃ助かったよ。初めて挑戦する料理は動画があるとありがたいですよね。材料。強力粉 120g と 60g、セモリナ粉 50g。強力粉とセモリナ粉は違う小麦粉なんですか？セモリナ粉は粗挽きらしい。色もちょっと黄色かった。品種じゃなくて製粉が違うのですね。パスタとかでよく聞くデュラムセモリナはデュラムという種類のセモリナ、粗挽きという意味だそうだ。地中海あたりの人は小麦粉を細かく分けますね。そうだね。古代ローマ人も、エジプト産は真のローマ人のための小麦だとか、シチリア産はいまいちだとか、産地や品種にこだわっていたみたいだ。我々日本人が言う魚沼産コシヒカリ、高級品だ、みたいな感覚かしら？多分ね。リコッタチーズの代わりに、市販のクリームチーズ 120g、蜂蜜 100g 弱。それから、カエサルの頭からむしり取ったローリエの葉をたくさん。月桂樹って本当に良い香り、ローマの香りですね。生地。まずは、6枚の小さな内側の生地を作るよ。この料理は、6枚の小さな生地と、外側の1枚の大きな生地が必要みたいですね。この黄色い粉がセモリナ粉だ。これに水を入れる。入れすぎでは？後で余分な分は除くから大丈夫。はず。大丈夫じゃなさそう。これを強力粉と混ぜる。粉という物体は、すぐにベトベトになってしまう。慎重に水を加えよう。最初にパンに挑戦した動画の時は、ひどいベトベトンでしたね。今回は大丈夫そうだ。イーストも塩も入れないけど、しばらく寝かせてみよう。次に、外側の大きな1枚の皮を作るよ。こちらは強力粉 100% だ。こちらも、慎重に水を加えよう。ベトベトンは嫌ですからね。なぜベトベトンになる？信仰心が足りないのです。ちょっと粉を入れよう。ちゃんとしたケーキ職人が見たら呆れそうですね。よし、なんとなく生地っぽくなった。ちょっと寝かせよう。チーズと蜂蜜。次に、チーズケーキの中身を作るよ。クリームチーズを混ぜ混ぜするよ。ガタンゴトン。こちらはすでに美味しそう。そして、蜂蜜投入。ちょっと多すぎませんか？ちょっと味見してみようか。これ、ちょっと甘すぎませんか？かなり過剰に甘い。しかし、これが古代ローマ人の味なのだろう。まあ、プレーンな生地と一緒に食べればちょうどいいのかもしれませんね。形成。さあ、餃子の皮を作ろう。餃子じゃない。6枚の小さな皮のことを、これ、以後餃子と呼称する。宇宙の法則が乱れる。このシートで目標とする餃子のサイズがわかるのだ。ご注文は餃子ですか？なかなか上手に伸ばせない。餃子の皮はスーパーで買っちゃいますからね。そして、餃子を焼く。どうして焼くのかしら？今回のシューマイは、かなりの大きさになりそうだから、中まで火を通すのは大変だ。なるほど。シューマイの中身の餃子の皮が生焼けなのは避けたいですからね。じゃじゃーん！というわけで、6枚のナンが完成したので、早速インドカレーを食べるよ。君もインド料理を作ってみませんか？これは見事なナンですね。さて、1枚の大きな皮、この料理の外皮のことを、以後シューマイと呼称する。できれば、直径40センチまで伸ばしたいのだけど、このクッキングマットの横いっぱいくらいのサイズですね。なかなか難しい。破れそうでハラハラします。ピザ、いや、ピッツァのあのくるくるってすごいよね。さあ、チャレンジしましょう。いやいや、
未来児の能力がない私の目にも、悲惨な未来が見える。焼成。オーブン皿にクッキングペーパーを敷いて、その上に大量のローリエを敷き詰めるよ。ああ、豪勢ですね。そして素晴らしい香り。ふふふ。ローリエもたくさん買うと結構安くなることが今回分かった。これで、煮物などでふんだんに使えますね。その上に、アルチェネロのイタリア産有機エキストラバージンオリーブオイルドルチェをたっぷりかける。はい。別に案件とかではありませんが、このオイルは、香りが、よく適度に苦味があって好きです。ここで、苗を設置。そして、クリームチーズと蜂蜜の甘々をかける。さらにパイみたいに層を作るのですね。しかし、外皮の生地の一部が薄すぎて危険ですね。画面上部は薄いのに画面下部は厚い。これが味にどう影響するのかも実験だね。最後に外皮で全体を包むよ。なんか、変に皮が余ってますよ。どうしよう。もったいないから適当に上を這わせよう。この判断を、アカリウスは後に後悔することとなる。やめて。オーブンは予熱して220度くらい。時間は？様子を見ながら表面がいい感じに焼けたら出すよ。食べるよ。おお、このビジュアルはケーキというより、パンだね。パンですね。それでは、パンに蜂蜜をかけるよ。さらに甘くするものたち。レシピによると硬いから、蜂蜜を外皮に染み込ませて柔らかくするとのことだ。イーストも砂糖も、塩すら入ってませんからね。適当に染み込んだような気がしたので、切るよ。シャキーン。ちょっとあれだ。硬そう。じゃじゃーん。おお、切ったら、断面がパイ生地っぽくてケーキに見えますね。いただきます。いただきます。もぐもぐ。お、歯ごたえすごい。これはいい運動になる。食はエクササイズ？皮が薄い部分は、ちょうどいい感じ。うまく伸ばせなかった部分は、スクトゥムみたいな味がするよ。スクトゥムを食べないで。冷めると圧倒的に硬くなるらしいので、温かいうちに食べるのがコツなのじゃ。この高度でまだ先があるとは。あれだけ強烈に甘かったチーズが、程よい甘さになっていますね。生地と一緒に食べると、ちょうどいい感じだよね。ローリエも素晴らしい香りだし。もうちょっと、外皮の生地を、均等に薄くできればよかったですね。いやいや、この歯ごたえが、大加藤って感じで素晴らしいじゃないか。何かを滅ぼしたくなる、そんな味だ。ドーピングチーズケーキかな？このドシッとした感じ、これが共和制ローマって感じじゃないか。確かに、満足感と満腹感はすごいですね。先日喫茶店で食べたイタリアのお菓子、カッサテラにちょっと似てませんか？硬い生地とリコッタチーズの焼き菓子だね。ちょっと近い味かも。現存するいろんなお菓子の原種みたいなお菓子だよね。こういうのでいいんだよ。クイントゥスさんか？ごちそうさまでした。それでは、古代ローマのチーズケーキ、プラケンタでした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。ローマは、一日にしてならず。